最近鼻毛よく伸びるんだよね。空気悪いですからね。あ、そうだ、昨日のナンバーズどうだったの？ダメでした。だろ、あの数字じゃダメだろ。でも好きだったんですよ、彼女。振られた女の名前で当てようなんてさ。あれ、名前何だったっけ？後藤奈美です。5、10、7、3の4つの数字ですよ。あれ、ちょっと待てよ。後藤で5、10だろ、5、1、0、7、3だったらお前数字5個あるじゃないかよ。5と5、あ、そうか。それでどっちの数字使ったの？1と0。1使いました。バカ、だから外れたんだよ。おい、ライトつけてていいか？構いませんよ。悪いね、こっちも仕事があるもんで。逆に都合がいいです。それはないだろう。すみま逆に都合いいっすよ。よろしく。せん。同じこと言ってたじゃないですか。どうも。あ、どうも。お疲れ様です。お待たせ。お待たせ。これなんですけど、ちょっと変な匂いがするらしいんですよ。一応確認した方がいいんじゃないかと。あ、そ見ます？う。いや、わかんないな。まあ、とりあえず開けてみようか。はい。おお。人毛。あ、髪の毛ですね。ヘアエクステンションの材料みたいです。え、何の材料だって？ヘアエクステンション。あ、つけ毛のことっすよ。エクステですね。ここら一帯のコンテナ全部髪の毛みたいですね、これね。嘘だ。いや、そうらしいですよ。最近の女の子はつけ毛つけておしゃれするんですよ、エクステ。特に異常はなさそうだよね。髪の毛の匂いなんですよね、これね。人間の髪の毛なんだから多少は匂うだろうな。本物の人毛何週間もかけて運んでくるんですからね。だったらなおさら匂うよな。おい、覗くなよ。あっち向いてろって。ロンリーファートさん、今日もよろしく。人。え？人。高島さん、人。人？ああ！大丈夫ですか？死んでるんですか？警察呼べよ。はいはい。紫、じゃあ先帰るぞ。お疲れ様でした。あ、そうだ、さっき上で聞いたんだけどさ、港ですげえの見つかったんだって。そうですか。明日こっちに来るってさ。はい。じゃあな。おやすみなさいませ。うわぁ。ひね。パチモンが。君たちはゴミ。
分かり合えるよね。ね、辛いんだな。あらあら、これは昨日もやっぱりカットの練習を徹夜で頑張って、ついついまたテーブルの上で眠ってしまったスタイリストの卵の水島優子さん、そろそろ起きないと。おはよう。おはよ私と同居1ヶ月目のプロダンサーの卵、森田由紀さん。う。おっす。おっす。おっといけない。このままだと勤めて2年になる素敵な美容室ジルドリに遅刻してしまう。急がなくては。それを見て笑っている私、ダンスの練習スタジオ代をバイトで稼いでいる私ゆきもそろそろ出なくちゃと慌ててみる。じゃあ行ってきますと先に出る。おーすと言ってみる。今日遅くなるかも。いつものことじゃん。あ、何？忘れ物。この忘れん坊。じゃあ行ってきます。いってらっしゃい。さあ今日も一日よいしょ行くぞ。いつもの走り慣れた道だからといって安全運転を怠らないのだ。水島優子20歳、スタイリストの卵は今日も急ぐのだ。いつか立派なスタイリストになれる日を目指して。トンネルを抜けるとそこは同じ町だった。この町はさまざまな表情を見せる。空、山、緑、坂道、小道、大通り。時間はまるで止まったかのようにこの空に張り付いている。私はこの町が大好きだ。おはようございます。おはよう。いってらっしゃい。はーい。必要とあらば手信号も加えまっすぐ走る。無論安全運転。お寺魚屋通り抜け。さあもうすぐ海だ。海スイー朝の海はいつ見ても綺麗だが、うっとり見ているわけにはいかないのだ。人通りの多い大通りを越えて右へ曲がる。おいし、もうすぐと10分遅刻したので慌てて降りる。ルパンどいて。ありがとう。髪の毛挟まってないかい。おはよう。ごめん遅刻した。これは私と同期にこの店に来た同じくスタイリストの卵、修行の身の幸ではないか。あ、まだやってるの？ちょっ軽く言ってみる。昨日の続きでしょと言ってみる。それ店で流行らしちゃおうよ。とってやん。とこの店に来てまだ2年と1ヶ月の幸が言っているのは、説明過剰なセリフを一昨日から私とユキとで言い合っていたらバカに受けてしまい、ついつい今日もやってしまっているという惰性的な状況説明なのである。おはよう。おはようございます。ボンジュール、ボンソワ。ボスは先週見たドラマにそこを歩いているのは1ヶ月前に出会った戸田さんではないかなどという説明的なセリフが面白くて真似ているうちに癖になってしまったのだと言いたい。と言いたい。おはよう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはよう。その名もジルドレ。フランス語やね。おはよおはようございます。う。おはよう。おはようございます。昨日の生のお気に入りの一人。ゆうたに気になってくださいよ。
手を休めないで。ゆり子さん、ねえ、昨日カット時間内にあげた？はい、大丈夫です。みんなも聞いて。お客様の時間は大切にしないとね。少しでも早く仕上げればお客様がサロンを出た後にコーヒーを飲む時間ができるんだから。もちろん自分の向上心も大切だけど、お客様のまず時間をもらっているということを忘れずにね。はいはい、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。せーよ。こっち通学路じゃないんですけど。いいの。ほら、さっさと歩く。だこれ髪の毛。コンテナの髪の毛ですかね。エクステ。腎臓が？ええ、明らかに摘出されてます。片綿棒ですか？はい、手術によって摘出されてるんです。この子はどっかの国の人身売買の被害者だな。どういうことですか？世界には臓器売買の闇ルートがいっぱいあるんだよ。臓器売買？誘拐されたんだよ。誘拐されて臓器を取り除かれたんだ。手術はプロの手によってなされてますね。相当では確かです。そうですか。コンテナに隠れていたんですかね。手術の途中で逃げ出してコンテナに。あのエクステも被害者のですかね。わかるか。はい、もういいですか？まだだよ。もういいよ。よし。いいと。もう生えてる。早いね。下からも生えてる。泣いてる。泣いてるの？世間がひどいから。ゆき、弁当何買ってくれた？誰この子。なみちゃん。玄関の前で寝てた。ゆうこへ。1、この子を返そうとしても元のうちにはいません。2、とにかくしばらく預かって。3、あとはこちらから連絡します。清美？もう。上目遣い盗んでみている青いもしもし、お姉ちゃん。はーい、こちら清美の留守電です。メッセージをどうぞ。なお、誹謗中傷は受け付けておりません。あしからず。何してんだ。出なさいよ。勝手に自分の子供を押し付けて。いつもこの調子で何回あなたの尻拭いしてきたと思ってんのよ。今度は子供？冗談じゃないわ。自分のガキの面倒ぐらい自分で見ろよ。あ、切れた。
ご迷惑をかけて誠に申し訳ありません。今晩だけでも泊めてください。明日お母さんに迎えに来てもらおうね。向こうのベッド使っていいからもう寝なさい。はい、わかりました。どうもありがとうございます。あの子徹底的にいじめてやる。そんなこと言うなよ、妹だろ。血つながってないもん。あの子は小さい時から私の奴隷なの。お前は俺の奴隷。ワンワンワン。生えてる。生えてるなー。生えてる。まみちゃんおはよおはようございます。う。まみちゃんお姉ちゃんに体見せて。なんでもありません。背中だけでいいからちょっと見せて。待ってまみちゃん捕まえてゆき早く。どうしたの？なんでもないんです。なんでもないんです。どういうこと？お姉ちゃんがやったんだ。なんだって？盗まれた？はい。昨日はどうだったんだ？私が最後でしたけれども、特には他の死体が盗まれた形跡はありません。しかし髪の毛がですね。どうしたんだ？なんだこれ、おい。ちゃんとしろよ。すいません。なんだその目は。おい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 、やめろ。ほらお前泣いちゃったじゃないかお前。山崎って気持ち悪くないですか？そんなこと言うなよ。人を気持ち悪さと判断すんな。すいません。仕事行ってくるけどおとなしくじっとしてるのよ。わかりました。じっとしてるの得意です。あと何かあったらここに連絡して。はい。じゃあ行ってきます。鍵閉めてね。バイバイ。
そこを歩いているのはスタイリストの卵の優子さんではないか。負けないぞおはよおはようございます。う。元気だけはいいのね。独立するっていうことはまずプロとしての意識を忘れないことね。だからお客様のまずは信頼を勝ち取るためにも勉強会っていうものも常に参加しなきゃいけないし、カットっていうのは常に新しいスタイリングに変わるから、そういった技術を学んで、それからお客さんの信頼っていうものをお疲れ様でした。お疲れ様。お先失礼します。そういう信頼っていうものを常に大切に持っていなきゃいけない。開けて。マミー、早く開けて。マミーちゃん。マミー、いるんでしょ。早く開けろっつうのよ。マミー。おっせんだよ。何言ってんの。ごめんなさい。うわ、あのバカこんないいコート持ってんじゃん。何見てんの？星座。はい。扇風機。ねえ、倒れてるでしょ。立たせなさい。はい。ちょっとあんた勝手に何やってんのよ。マミー、誰こいつ？あんたマミちゃんの。ここは優子の家でしょ。あんた誰よ？私と優子の家なんですけど。何それ。あんたたちレズ。ばっかじゃない。まあ、あの子昔から男運なかったしね。出てけ。はあ？出てけって言ったの。聞こえなかった？お姉ちゃん。よう。どうして入れたのよ。勝手に上がり込んでたのよ。なんかお邪魔みたいだから帰るね。マミー、帰ろう。この子に何したの？はあ？この体の傷は何？あざだらけじゃない。てめえ何作ってんだよ。マミちゃんは関係ないの？関係ないだ。こいつは私のガキなんだよ。私のもんなの。ものって。お前さ、マミって名前はこの私がつけたの。勝手に呼ばないでくれる？
ちゃんと許可取ってね。割っちゃったカップはあんたのもんだよ。だから割ってごめんなさい。でもマミは私が作ったの。あんたに人のものああだこうだ言われたくないね。わかった？わかったら返事。ほら、昔みたいにはいは。ほら、はいは。はい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 。おめえじゃねえよ。ちゃんと愛してんの？今なんつった？はいとか言ってんじゃないよお前が。ほんとに。私はね、あんたと違って子供を下ろしたことなんかないの。割れたカップはほら、つなげば元に戻るけど、あんたの子は粉々になっちゃったから消えちゃったの。だってあれは誰だって間違いはあるでしょ。子供潰したことに変わりはないでしょう。自分のことで精一杯のあんたにどうしてちゃんと産んで育ててきた私が言われなくっちゃいけないの？ねえねえ、どうして？ほらほら、マミ、ママと帰ろう。待って！あなたには絶対マミちゃんは渡しません。実の母親に返せないっていうの。この子にどれだけ暴力振るってきたか分かった以上、あなたにだけは絶対渡しません。なんだそりゃ。ああ、産まなかった子に対する罪償いになるとでも。もうやめてよ。おめえは黙ってろよ。警察呼ぶよ。呼べば。お願いしたいのはこっちの方。あんたニュースとか見ないの？いくら自分の子でも虐待したら犯罪なんだよ。はいはい、じゃあしばらくお願いするわ。ちょうどいいし。ちょっと、これ私の服。はいはい、じゃあね。マミバイバイ。もしもーし。いいやん、もうちょっとだけ待っててね。ワンワン。待っててね、ちょっとだけ待っててね。マミちゃん、しばらくここで暮らそうね。ごめんなさい、殴らないでください。マミがいい子にできないからお母さんを怒らしちゃう。いい子にできますから、いい子にできますから。マミちゃんがいけないんじゃないのよ。マミちゃんがいけないんじゃないの。
どんどん伸びるんだね。これからもずっと伸び続けていくんだよね。素晴らしいね。君は素晴らしいよ。美しい、美しいな。美しいけど切り落としちゃう。ごめんね。でもね、世間の汚らわしい女どもの汚らしい髪を何とかしなくちゃね。君もそう思うだろうね。あら、どうも。どうも山崎さん。今回素晴らしいのが入荷したんですよ。お試しにどうですか、一つ。すごい綺麗。本当にいいでしょう。今回のは本当にいいです。みゆきさんなら絶対似合いますよ。そう？いいですか。ほら、似合う。本当？バッチグ。それってエクステ？あ、すっごく綺麗。そうなんですよ。これいいでしょう。うん、試してみます？今日はカットだけでいいかな。じゃあ今度ぜひ。あ、怒ってる。ああ、生えてる。怒ってる。ああ、すごい。髪ってなかなか伸びないよね。なんか夜寝ないとね、伸びるらしいですよ。は？寝不足でね、伸びたって聞きました。本当に？
髪が伸びる今日も伸びます。本日午後2時頃、安倍貞町のこちらの美容室で髪を切りに来ていた女性を従業員の美容師が殺害し、さらに自らも自殺するショッキングな事件が。ねえねえ、これって君の仕業。素晴らしいね。君って怒るとすごいんだね。ひどいですねこれは。お前血踏んでないだろうな。ゆらゆらゆらりんゆらゆらゆらりん。ねえ君はなんでそんなに美しいんだいっていうのは野暮だよね。ねえこの洋服気に入ったかいっていうのも野暮だよね。ゆうこ、2階のお客さんエクステお願い。はい。綺麗な髪の方いらっしゃいますか。綺麗な髪の方いらっしゃいますか。うわ汚い。満たしたいよねこの街を。綺麗な髪で満たしたいよね。綺麗な髪の方、綺麗な髪の人います。あれあれあれ、あの子。綺麗な髪だね。迷ったのね。おいちゃんが何とかしようかね。あ、傷だね。いじめられたの世の中に。おいちゃんの名前は山崎郡司。あなたの名前なんちゅうの？
すいません、山崎と申します。なんでしょう。水島優子さんって方いらっしゃいますか？ゆうこ、お客さん。ゆうこ。山崎と申します。この子がですね、マミちゃん。いや、この子がですね、一人で道に迷ってたみたいだから。ごめんなさい。全部壊しちゃった。お母様ですか？いえ、いや、この子の髪といい、あなたの髪といい。よかったね、まみちゃん。ね。ね。ね。じゃあ僕ちんはもうお邪魔虫なんでこれで。ちょっと待ってください。はい。ありがとうございました。いや、そんなですよ。ねえ。ほんと綺麗な髪ですよね。世間のすべてのクソ女。いや、その女性があなたみたいな髪だったらいいのにな。みんな続けて。はい、すいません。すいません。ゆうこ、お餅？すいません皆さん。マミちゃん、うちにいてって言ったでしょ。何してんの？すいません。どうしたの？ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。お店で面倒起こさないでほしいな。ゆうこ、3時までに戻ってくればいいからなんとかしなさい。はい、すいません。殴らないでください。すいませんでした。殴らないでください。740円です。はい。じゃあこれで。はい。お客さん？はい。母親が子供に手をかけちゃダメだよ。母？頼むよお母さん。しっかりして。はい。ね。はい。はい。じゃあ気をつけて。どうも。行くよ。部屋部屋マイ部屋部屋部屋マイ部屋。勝手にウィッグいじらないでね。もうなんなのよこの髪型。はいじゃないでしょ。はいって言うな。私仕事戻らなきゃいけないの。じっとしててよ。わかった？何にも触らないで、片付けもしないで。漫画好き？わかりません。わかりました。まあ退屈したらこれでも読んでて。じゃあ行ってきます。鍵閉めてね。わかりました。
空いたら冷蔵庫にグラタンあるから。あれあれ、この子。いやマイヘアドン。ありがとうございました。いえ、そんなですよ。本当綺麗な髪ですよね。ありがとうございます。世間のすべてのクソ女、いや、その女性があなたみたいな髪だったらいいのにな。行ってきます。はい、皆さんこんにちは。あ、夜ですからこんばんは。先ほどの。実は私このようなものを売っておりまして。エクステですね。はい、どうぞ皆さん見てください。はいどうぞ、はいどうぞ、はいどうぞ。これすごくいい。どこの国のですか？中国から。いやいや、アジアのじゃないんですか？いや、それは企業秘密でして、今は試供品ということで、はい、あちこちの美容室の方に無料でサンプルを提供していますので、とにかく一度お使いいただければと。本当にいいんですか？どうぞ。山崎です。はい。崎さん。はい。山崎さん絶対人気出ますよ。本当ですか？嬉しいぞ。はい。どうも。サンプルこれしかないんですか？いやだってもう買いでしょこれ。ありがとうございます。ではもしよかったら明日にでも、はい、いろいろ持ってきますので、どうぞ見てください。近くに寄って。本当綺麗な髪ですよね、この人。あ、この子はまだ新人でスタイリストの卵なんですよ。頑張り屋さんですよ。へえ、本当綺麗な髪ですよね、この人。それでは。では皆さん、こんばんは。これにて。ありがとうございます。どうも。ゆうこ、なんか髪の毛褒められてばっかりいたじゃない。何ですか？これわけじゃないんでしょ。じゃあお先に。お疲れ様でした。お疲れ様です。やっぱいいよね。いい感じですね。サチ。はい。ね、今度の勉強会のモデルの子どんな子？ちゃんと街でゲットしてきました。今度は切りがいがありますよ。そう？近藤さんどう？そのエクステ。なかなかいいと思いますよ。このままつけて帰りたいぐらいです。うん、いいんじゃない？馴染んでるし。サチも持って帰っていいからね。ありがとうございます。ゆうこ、ちょっと。はい。今日どうした？すいません。ゆうこも一人前のスタイリストになりたかったら、もうちょっと生活を改めないとね。すいません。じゃあお疲れ様。お先にお疲れ様です。お疲れ様でした。ゆうこ、勉強会のモデル紹介しようか？ありがとう。でも大丈夫。オッケー。まさか今日の子供じゃないよね。
てたかな。ただいま。まだ起きてたの？お疲れ様でした。もうやんなくていいって言ったでしょ。ほら正座なし。はい。こうやって座り。はい。はい、もうなし。って言うの。ご飯食べた？はい。じゃあお兄ちゃんお風呂沸かすね。わかりました。わかったって言って。頼むから。わかった。そうそれ。わかった。あと私のことはお姉ちゃんって呼んで。わかった。お姉ちゃん。あ、そうだ、こんなのが来たの。どうかな。じゃーん。どう？可愛いでしょ？ちょっと着てみて。あとね、まだあるの。これも可愛いんだ。よし。どうかな。ただいま。あ、おかえり。あっち行こう。おかえりなさい。ただいま。今日買い物してきちゃった。何買ったの？なんだと思う？じゃーん、マミちゃんのパジャマ。
何が起きてるの？怒ってる？ねえまた怒ってる？がーい。いつもありがとうございます。気に入りました。また来ます。また来てください。ありがとうございました。やっぱり出ない。昨日何ともなかったんでしょ？全然普通でした。あの後すぐ帰ったし。黙って休むような子じゃないのにな。マミー、マミちゃん、マミー、いるんでしょ？マミー、マミー、いるんでしょ？しばらく放っておいてごめんね。ここ開けてくれるかな？学校にも行ってないみたいだし、先生も心配してたの。ねえ、マミのお顔、ママに見せてくれないかな？お姉ちゃんに開けちゃダメって言われたんです。ゆうこちゃんに？はい、そうです。ママね、反省したの。この間は本当にごめんね。ママ、マミちゃんにちゃんと謝りたいな。ここ開けてお顔見せてくれないかな？ね。そう、マミちゃんはいい子ね。
さっさと開けろよバカ。すいません。すいませんじゃねえんだよ。イエーイ。ほら、何やってんの？あんたも手伝いなよ。それお姉ちゃんの。おめえは誰のガキなんだよ。言ってみろよ。何が美容師だ。ほら、ぐずぐずしてないでお前も行くんだよ。爪割れちゃった。見てこれ。どうしたのこれ。前のスナックに偉そうなガキがいてさ、「やー!」って殴ったらカウンターでここ引っ掛けちゃってさ。あそこから悪いからね。なんていうか最近のガキはよ、礼儀がなってないんだよ。あんたもだよ。はいは。はい。あれ、こいつあそこ行くまでちゃんと「はい」って元気よく返事してたろ。あの子んとこで変な癖つけたの。ねえ。殴ったらレディーのたしなみ教えてあげなさい。わかりました。あいよいさん。すいませ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 ん。聞こえない。そんな小さい声じゃ聞こえないでしょ。もっと大きい声で。言うこと聞けない子はお仕置きです。もう痛い。爪割れたとこ超痛い。もうしょうがないな。舐めてあげる。いや、しみるしみる。あ、いい。あ。もうくすぐったい。もう。あ、ねえ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 。見て見て。今日の戦利品。シャキーンコート。なんだよ。どうしたのそれ。親切な人がねくれたの。ね、こんなのもあるんです。俺にはないの。痛いね。痛い。爪痛い。まだ痛いの？なんかこっちも痛い。何これ？え？生えてるよ。毛生えてるよ。キモい。ああ、これ。たら見てんじゃねえよボケ。あゆこ2時頃かな。まみちゃん学校の勉強してたよ。家にいると思うけど。まみちゃん。
みちゃんは大丈夫ですか？水島真美さんですね。はい。軽傷ですよ。ご安心ください。ありがとうございます。水島優子さんですね。はい。警察の菅原です。こっちは田村と言います。お姉ちゃん。お化け。お化け。お化け？うん。髪の毛のお化けがママを殺したの。まみちゃん。本当。絶対なんかありますよ。あの髪の毛か。行方不明になった少女の死体とかも関係あるような気がして。コンテナで見つかったやつな。はい。なんとなくですけど。なんとなくってなんだよ。なんとなくで判断すんなよお前。すいません。とにかく今の状況じゃ捜査一本化無理だから。無理だから。無理だから。Here, here, my here, 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 my here, 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 my here, 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 my here, here. 全部人毛だな。人の髪の毛。みんな今日はご苦労様でした。今度のことはショックだったと思うけどお客様には関係ありません。気を引き締めて仕事していきましょう。明日の勉強会ってどうなるんですか？予定通りよ。ゆうこも。ゆうこ。いいわね。はい。まみちゃん。うん？これまみちゃんにあげる。好きに切っていいから。ハサミには気をつけんのよ。本当？うん。
まずはハサミの練習からね。入れて、そうそうそう、シャキ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 、そう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 、上手。あ、すごいねこれ。まっすぐ。ゆうこ起きてる？うん。明日のカットモデルよろしくね。オッケー。あのさ、このビデオカメラ明日記念に回してくれる人いないかな？ああ、いいよ。じゃあ誰かに頼んでみる。よろしく。じゃあおやすみ。おやすみ。ねえ、聞いていい？うん、いいよ。何？なんで髪を切る職業に就いたの？ああ、それはね、私は小さい頃からお母さんと美容室に行くのが大好きだったの。そこの美容室のスタイリストさんはとても上手で、私は鏡の中のお母さんを見てるのが大好きだった。その手さばきにうっとりしたの。私はお母さんが髪をカットされてどんどん変わっていくのをドキドキして見てた。お母さんが見たこともない女性にどんどん変わっていくの。ある日、お店のスタイリストさんが私にカットしてみるって言ったの。私はまだ小学生だったし、まさか大人の人が座るあの席に自分が座るなんてって思ったの。座って鏡見た。ブサイクな私、やっぱり後悔したの。こんなとこに座っちゃいけないって思った。しょげたよマジで。でもあのスタイリストの人があっという間に鏡の中の私が変わっていったの。なんか鏡を見ても耐えられるなーって思ったの。こんなことができる人、どんなにすごい人なのかなって思って顔見たんだけど、まるでなんていうか仕事をしてる人の顔してたの。それでいて自信に満ち溢れてるって感じ。絶対私はいつかこの技を身につけてやるって、そう思ったの。私もお姉ちゃんみたいな気持ちになってみたいな。そっか。え？なるほど。まみちゃん、やってみるか。はいはい一致したんですね。わかりました。ありがとうございました。 DNA 鑑定出たんですか？ああ、全ての事件の髪の毛はあの少女のものだそうだ。しかし。ああ、全部足したらな、どんなに髪の毛の長い女でも30人分ぐらいにはなるそうだよ。どういうことですか？俺に聞くな。菅原です。結果が出ました。はい、全て一致しました。一本化でいいですね。よろしくお願いします。よし、行くぞ。はい。なんで僕がナナに切られなきゃいけないわけ？どうしてもやりたいカットがあるの。ジュン、よろしくね。オッケー、どうにでもして。まみちゃん行くよ。行こう。おはようございます。おはようございます。ゆうこ、遅いよ。ごめん。その子が今日のカットモデルなの？はい。マミと申します。よろしくお願いします。子供じゃん。この間の子だ。じゃあ始めるよ。じゃあまみちゃん、あっち行こうか。いいかな。制限時間は45分。時間内にできなくっちゃどんなに出来がよくってもダメだからね。よし、行くよ。ゆうこ、急いで急いで。はい。じゃあ始め。よろしくお願いします。はい。頑張ってよ。ああ、まみちゃん、いい記録にしてあげるからね。慌てても丁寧にね。はい。
経過。よくせなせな。はい。30分経過。よし、まみちゃんエクステつけるよ。すいません。はい。ちょっとお話いいですか。何でしょうか。誰？緊急なもんで。わかりました。皆さんごめんなさい。今日は中止にさせてもらいます。刑事さんが皆さんに聞きたいことがあるそうなので、ちょっとだけ時間をくださいとのことです。あとカットモデルの方は帰っていただいて構わないそうです。すいません。ご協力ください。なんか近藤さんのことじゃないやっぱ。あんた変なことしたんじゃないですか。なんかそのしてんの。できた。よくやった。できたじゃない。よくやったじゃん。まみちゃんどう？今日のところは以上になります。すみません。どうもありがとうございました。ありがとうございました。次の方お願いします。どうしたんですか？うちのお客様がね、ここから帰った後すぐに死んじゃったらしいの。鈴木さん？私エクステつけました。そう、そのエクステのこともすごく聞かれた。近藤さんのことと何か関係あったりするんですかね。これはよくお使いになるんですか。普段こっち使ってるんですけど、じゃあこれは何か特別なもの。変なおじさんが、鳥かごかなんかに入れて持ってきて、そのエクステってほらあの人が持ってきたやつじゃない？ほらあ、オーバーホールの？そうこの人？鳥かごと一緒に持ってきたの？鳥かごかなんかに入れて持ってきた。その方は何度か来られてるんですか。名前なんだっけ、名前思い出せない。近藤さんがあの夜あの人が持ってきたエクステつけて帰りました。山崎じゃなかった。名前は。はい。山崎。まみちゃんエクステつける？すいません、私失礼します。ゆうこ。髪の毛ってほんとどこにでも落ちてるな。ほら、もうこんなになっちゃった。電話か？ファックスか。お腹すいたね。ゆうこまだかな。お、まみちゃんスタイリストの顔になってる。いいよ。ねえねえ、このエクステってまみちゃんのつけてるエクステと一緒？じゃあこのウィッグもまみちゃんみたいに可愛くしなきゃね。もう我慢できない。まみちゃんどうする？待てる？待ってます。
カットうまくなったね。将来有望だ。マミちゃん、後ろ振り返っちゃダメよ。今の何？マミちゃん、逃げよう。今日だね。もしかしてあの子たち。サスケ。ユキ！マミちゃん！何これ。マミちゃん。マミちゃん、マミちゃん。取れない。やめろ！やめろ！やめなさい！この子たちを離してあげなさい！綺麗な髪。うわ、なんだこれ。これ全部髪の毛か。そうみたいですね。
菅原さん、あれ見てくださいよ。あれってもしかしてコンテナの少女じゃない？髪の毛ってね、落ち着くのね。僕ちんね、いつも一人だったのね。だからね、今すごく嬉しいのね。ずっと一緒にいようね。髪の毛でつながろうね。なんだよこれ。何これ。こんなことに。何これ。何これ。何こんなことに。あれれ、どうしたの貴様。どうしたのね。悲しいね。ね。寂しいね、寂しいね。貴様。切ないね、儚いね。やめろ。ねえ。いつもさ、死体置き場で僕ちんのことをこき使ってくれたよね。ねえ。どこがいけないの？どこがいけないの？髪ぐらい切っちゃってさ。ねえ。どこがいけないの？ねえ。おい。やめろ。何？はい、何？やめろって何を？やめろ。やめる、やめる。聞こえまい。何？聞こえない。いい加減だって。いい加減だって。死んじゃった。死んじゃいましたよ。死んじゃった。あなた生かしておきますからね。ねえケイさん、僕ね、何も悪いことしちゃいませんよ。この子を黙って持ってきちゃったけど、だって死んでないんだもん。生きてますよ。この髪の毛すごくいいでしょう。艶があって粘りがあってコシがあって。彼女はね、この子はね、素晴らしい子なんですよね。今までね、すごく苦労したんだよね、きっとね。でもね、僕ね、もうこの子に出会ってからね、他ではね探さなくてね、住むようになったのね。でもね、この2人は別なのね。もう最高なのね、一体なのね、もう素敵なのね。こうやって紙に囲まれて生きてて生活できるなんてね、もうね、趣味と実益、趣味と実益なんてね。私たちをどうしようっていうのよ。聞いてくださいよ、セニョリータ。あの子はね、とってもかわいそうな子なんだよ。生きてるうちに内臓も目玉も取られて、そのまま売られてしまったんだから。だから髪が怒ってこうだったの。ねえ、これからもずっと一緒に過ごしていただけますか？お願いします。いや、お願いします。来ないで。お願いします。お願いします。こっち来ないで。いいよ。マミちゃん逃げて。早く。すいません。はい。やめろ。はい。やめろ。イエーイ。やめろ。毛なめんなよ。舐めてないよ。
舐めるからこうなっちゃうんだ。君の髪美味しそうだな。お姉ちゃんに近づくな。あら、そういう君から料理しちゃおうかな。実はね、こうやってね、毛を愛していたらね、僕人もマミに近づくな。痛いな。もう怒ったぞ。ねえねえ、今の見た？女性にはいつもジェントルマンって言ってたけど、こんな目に遭わされて黙ってるわけには。セニョリータ、その綺麗な髪を切らしてもらおうかな。お姉ちゃんをいじめるな。邪魔するとお前からだぞ。こっち来い変態。なんだと？私の毛が欲しいんだろ。全部やるよ。ほら、欲しくないのか変態。うるさい、変態言うな。こっち来いよ変態。うるさい。変態。うるさい。うるさい。変態。変態。変態。なるか。こっち来い。変態変態変態。こっち来い。なんで？なんで血が出るの？おかしいな君の髪。すごい。やっぱりすごい。このから痛気持ちいい。マミちゃん早くこっち。あれ、ねえねえ、どうして僕がいけないの？ねえ、あの子たちをいじめさせてくんないかな。ダメだ。ねこっち。え、ねえ、ねえ、お願い。ありがとう。君はいい子だ。
姉ちゃん、もう髪の毛の仕事嫌になった？全然。むしろもっともっと頑張ってやるって。よかった。まみちゃん、ずっと一緒にいよう。ずっと一緒にいよう。ずっと一緒だよ。お姉ちゃん、イエイ。ありがとう。菜の花揺れる自転車